共通一時は昔から共通一時は昔じゃあアメリカはっていうとこからじゃん、じゃあアメリカ5ポイントってことは満点ってことでしょ。5ポイントは全部 A ってことで。こんにちは、サコログのさきこです。今日はね、高校生を持つ3人の親の大学に向けての教育についてやってみようかなと思います。今日はね、たすきの活動しているまこちゃん、そして高校生を持つ母、同じく高校生を持つ母親と3人トークを始めます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。たすきは、ロサンゼルスに住む、日本人のですね、親のための教育支援団体です。見てる方は高校生と日本の方、全米ですね、全米の方に向けてセミナーをしています。毎月1回ぐらいやっていて、小学生から高校生まで対象にしています。で、私個人的にはコーチングっていうのをしていて、高校生の大学の受験のためのエッセイのお手伝いをさせていただいてます。高校生ね、アメリカの高校生がアメリカの大学に行きたいっていうコーチングです。そうです。例えばじゃあアメリカの高校生が日本の大学に行きたいっていうコーチング、それもした。それも OK。 知っています。何でも OK です。何でも OK です。じゃあまずね、大学の種類から聞いていこうかな。はい、私たち今カリフォルニアのロサンゼルスに住んでるから、とりあえずカリフォルニアっていう体でちょっと聞きたいんだけど、はい、大学の種類を教えてください。はい、大学の種類は、一番有名なのが UCLA とかね、UC バークリーって言われて、バークレーって言われて UC 系列、これが10個。そう、UC 系列はカリフォルニア大学って言われるものですね。それは総合大学ね。で、カルステートって言われるものがあって、あれが23個。23個。そんなにあるんだ。そうで、これはなんか割と職業大学みたいな感じで、こう細かな実務を訓練するっていうのがあるのかな。そうね。で、あとはコミュニティカレッジ、これは、2年間のみの、日本語で言うと短大みたいなもので、そうだね、そう、それが110個。おお、すごいね。あと私立もある。そうね。カリフォルニアで、プライベートって言ったら有名どころで言うと、ペパ大とか、じゃあそのさ、全部でいう4種類だよね、の大学で、入学試験と言われるものね、じゃあエッセイが必要なのは、カレッジとカルステートはいらないですね。カルステートと、そうだね、いらないね。2大生はいらない、2年大学だね。プライベートと UC が必要、で、あとテストはほとんど今は必要ない。2024年に卒業する子までは SAT は必要ない、でもその後の子は新しいカリフォルニア独自のテストができるって言われてる。でもその、SAT は全国の共通テストみたいなもんじゃん、どっちかっていうと。そうね。それがとりあえず必要なところもあるでしょ。ある。プライベートの中である、いくつかはある。ある。だからその SAT のテストの点数とエッセイが必要な学校がある、またはエッセイだけで入れる学校がある。エッセイと GPA。GPA ね。高校の成績大事だね。大事だね。それ何ポイントかな。マックスが5ポイントで、それがウェイティッドっていうのがマックスの5なんだけども、それは AP コースとかオナーズっていう難しいコースを、大学レベルのコースを取っている子が、5ポイントまでもらえる。で、あとはアンウェイティッドって言って、5ポイントってことは満点ってことでしょ。5ポイントは全部 A ってことだよね。全部 A ってことだね。高校生でしょ。ほとんどいないね。4.9 とかギリ。いや、それでもすごい方。4.9 なんてすごい、めちゃくちゃすごい。やっぱりそうなんだね。だって AP 取らなかったら4で4止まりだもんね、どう考えたら。そうだね。それ以上はいかないわけだ。そうだね。じゃあその4だけで入れるもんなの。入れる学校もあるし、それを評価する学校もある。ただその上の学校であればあるほど、その勇敢さというかチャレンジ精神っていうものも見るから。なるほどね。
それを取っていた方が入りやすいっていうのはある。もうその SAT の出し方も、この一番いい点数を取った日の SAT を出すこともできるので、800の800で1600だよね。はい、全部で1600点あるんだよ、SAT で、イングリッシュとマスの2教科だけ、なので SAT のその MIT とかカルテックみたいに SAT の点数が絶対に知りたいっていう学校もあれば、エッセイを人間としてどんなことをやっていたか見たいっていう学校もある。じゃあもしだよ、まあいいよ、 SAT 取ります、エッセイ書きますね、親もね、じゃああなたの行きたいところをね、じゃあ選んでいきましょう、願書出して、願書も 2,300 するでしょ。$75とか学校によるかな。今年は$80かな。あれ確かなんか願書を出して合否が分かるのって3月かなんかなんだよね。11月30日に出して分かるのが3月ぐらい。11月30日で3月だよ。やきもきでしょ。じゃあ例えば何個も出してるもいいわけ？結構みんなすごい数出すって聞いたけど、そうなぜならば同じ願書であちこち出す。ボタンをポチってオンライン上でボタンをポチってするだけででクレジットカードで75ドル。そういうことだね。まあ、大体の鉄砲数じゃ平均どれぐらいいく？私が聞いてるのは、平均私立と州立も合わせて10校は受けてる。それで750ドルだよ。そう。あ、そう。入れそうなところから、10とか15とかドリーム大学まで。私は思うのはアメリカの大学選びはなんてお嫁さん選びというか就職活動と同じだと思う。合ってるところに入ればいいんじゃないかなって思う。じゃあさ、ちょっと聞きたいんだけどさ、入りました、かかるわけよ、お金が。ここを聞きたいよね、ちょっとね、いくらかかるのかっていう。そうだね。大学4つのあるでしょ、4つの大体の、まあ高い順から安い順からいこう安い順からいこう安い順からちょっと気分はさ、安いところ行かないとドキドキしちゃうからでまずはコミュニティカレッジ、これ一番は無料です。これ無料。無料ですね。全員が無料なの？全員が無料。あれでもそこに住んでいる人は、高校卒業住んでる人はしてすぐ入らないと無料にならない。そうね。じゃああれだよ、次ただの次にお金ちょっとでも。州立大学の中のカルステートがね、カルステートが若干 UC より安いね。キャルステートね。年年間いくら？$28,000ぐらいかな。$28,000は何が入ってる？$28,000？授業料と寮費。寮ね。アメリカの大学はさ、入ると必ず1年目は寮に入らないといけないでしょ。行かないと通えるさ、例えば UCL に受かりました、ここから通えるじゃない、通えるにもかかわらず年間でお金払って寮に入らないといけないんだよね。でもそれが大学としてはかなりなんていうのかな、いいオファーなんだよね。みんなで学生生活を楽しむっていうのがその中の重要なポイントなんだよ。でも最初の1年でしょ。最初の1年、まあそうだけど、まあ、そのままいてもいいよっていうことだけど、行ってほしいかな。じゃあその寮込みで28,000、3万ぐらい、2万8,000、もう一つ上行こう次高いやつUC だよね。 UC これ幸子さんのお友達いるよね。います、もう嘆いてましたよ、お母さんが、いくらぐらいかかるんですか？年間39,000ドルでございます。チーンだよ、チーン。量はもちろん込みだけどね、39,000ドルのかける4。学生も早いうちからだけど、親も早いうちからそうね貯めておかないとね。そうね。でその次私立。私立、これは場所によるけどね。場所に、そうね、寮費とかにもよる。一番高い近くにある USC、 あれは$8万コース。8万ドルコース、あそこは8万かける4。1年間だよね。年間。ただ心配しないでほしいのは、ご家庭の年収によって授業料と寮費は割り引かれるので、 UC の場合は年収が$12万までの家庭だったらかなりの割引がある。どれぐらい？おそらく
払うのは1万5000ドルぐらいだから、まあ、2万ドルぐらいは補助が出るってことだよね。そう私立は、年収8万までは授業料が無料だから寮費だけなのでおそらく2万ドルぐらいなんじゃないかな。8万ドル以下のご家庭は。でも私立の場合で多くの私立の場合は25万ドルまでは何らかの奨学金は出る。学校の財団から出るのは USC なら USC の学校から出る。いいね。あとは子供が自分でローン組むよね。そうだねアメリカってね。そうだね。でも4年普通に大学行ってさ、違うよね何万ドルの借金をさどうやって返すのってとこを考えるとさ、ちょっとクエスチョンなんだよね。なのでね、とってもいい大学に受かったけれどもそこを蹴ってコミュニティカレッジに行くっていう人もいっぱいいる。いるよね。お金のことを考えたらそれが効率的なんじゃないかなっていう考え方の人もいる。なんか質問ある？大学に入るとき、日本とシステムが違うでしょ、だからどこの何に比重を置いて準備したらいいのかな、エッセイと勉強とエクストラカリキュラム